LGBTQ と医療支援者の視点から制作認定 NPO 法人虹色ダイバーシティ監修一般社団法人虹色ドクターズLGBTQ 等の性的マイノリティはさまざまな要因により心身の健康に問題を抱えるケースが多いと言われています。しかし、医療機関でも適切な対応がされない場合があり、安心して受診し、治療に取り組むのが難しい状況です。この動画では、当事者であり、医療従事者でもあるお二人のお話を聞いていただきたいと思います。岡本さん、40代、ゲイ、シスジェンダー、ソーシャルワーカーとして HIV 陽性者を支援。ゲイとは自分を男性と自認し男性を好きになる人。シスジェンダーとは出生時に割り当てられた性別と性自認が一致している人。大阪医療センターのソーシャルワーカーの岡本と申します。僕自身はゲイ男性で、今、病院で、HIV 感染症の患者さんの支援を中心に仕事をさせていただいています。HIV 陽性であることはどんな風に気づくのでしょうか？一番多いのは何らかの体調不良。それが例えば性感染症、梅毒とかをきっかけにだったりとかっていうのが一番多くって、自分で検査に行って分かりましたっていう人の数がもっと増えるといいなと思ってるんやけど、ちょっとまだなかなか検査で分かるよっていう人の割合は少なめですね。HIV に感染する人は減っているのでしょうか？増えてきた昔からの波は横ばいになってきて、横ばいがちょっと下り坂になってきてるねっていうことが、去年、一昨年ぐらいからは言われてはきてるんですけど、ただそのコロナが増えてきた時期とも重なっとうから、で、検査数は全国的にすごい減ってしまったので、感染の広がりが止まってるからそうなってるんだか、検査がすごい減ってしまってることで、見つけられるはずの人を見つけられていないっていうことが起きているのかもっていうのがちょっと心配をしています。HIV に感染したらどうなりますか？感染からほったらかしにすると体の免疫力がだんだん下がっていってしまっていろんな病気になるのが5年から10年ぐらいって言われてたりはします。で、その時に何の病気が発症するかっていうのが日本だと23個の病気が言われてるんやけれども、そのほとんどにはそれぞれの治療薬がちゃんとできていて治療方法がちゃんとできているので、エイズを発症したかて死なへんっていう時代にはなってます。たださすがにものすごい重篤になってから分かると治療が間に合わないっていうことがあって、年間やっぱり何人かの方はお亡くなりになってるっていう現実はあります。ただ、ほとんどの方は、治療は今、毎日お薬を1日1回飲む。で、それで、3ヶ月に1回だけ病院に行く。で、皆さんお元気でお仕事もできてるし、趣味もできてるし、恋愛もセックスもできるし。で、お薬を飲んでウイルスがしっかりコントロールができていると、コンドームを使わないセックスでさえ人にうつったりせえへんっていうことがこれは国際的にもいろんな調査研究で明らかになっていて、もうそれは胸張って僕からはうつらないよって言える時代にはなっています。重篤な状態になったとき、パートナーは病院でどのように扱われますか？元気なとき、ご本人がこの人僕の大事なパートナーって言ってくれれば、それはもう、パートナーですねっていう対応がちゃんとできるっていうことはあるんやけれども、そのパートナーとは言いにくいからって、同居の同性のパートナーのことを、いとこですとか、おじですとか、おいっ子なんですっていうところからスタートをしてしまうと、例えば全身麻酔で手術をせなあかんとか、人工呼吸器管理をせなあかん、本人の意識が確認ができへん、本人の意思が確認ができへん時間が生じてしまう。で、もしくはその時に万が一のことがあると、明日になったら喋れるっていう時やったら全然構わへん話やねんけど、いつ喋れるようになるか分からへんってなった時が、
こう正直に言ってなかったことで、おいごさんですよね。ご兄弟、ご本人のご兄弟とか、あなたのお父さんお母さんってだから本人のご兄弟なんですよね。連絡取ってください。みたいなことになったりとか、どうなったらどうしたいっていう話までできてたらいいんやけど、そこまでができてなかったりとか、亡くなった時どうするねんっていうことを考えなあかんシビアな状況になった時に、ちゃんと言ってなかったっていうことで、ご本人もしんどくなったりとかして、実は家族じゃないんですをどう言ったらいいみたいに悩まれてる方に実際、ICU のところでお会いをして、どう言ったらいいのって、人によってね、男の人が好き、女の人が好き、どっちもとかがあって、同性のカップルっていうのがいるっていうことは大前提だよって、あなたの関係がもしそうなんだったら、どうするっていう話をしたくってねって声をかけたときに、いや、実は言えなくっていう話になった方もいらっしゃったりして、いうことはあります。で、ご本人がこの人が大事な人なんですって言ってくださっていても、ちょっと厳しいのが、その二人の関係を他のご親族、親兄弟とかが、ウェルカムをしている、知ってるよっていう状況だと、一緒にお見舞いもできたりとか、例えば本当に重篤な時の治療方針どうするっていうことを一緒に相談をしていただくことができるんやけれども、二人の中ではカップルやねん。やけど、家族には言うてないねんっていう時に、ちょっとどっちを優先しますかっていうようなことが起きたりとか、一緒に暮らしてるお家やけど、亡くなった時の遺産の相続の問題とかっていうことには、まだ日本では同性婚がないので、ちょっとそこのところどうするっていうことを元気なうちにお話をさせてもらうっていうようなこともあります。印象に残っている事例はありますか？ゲイの友達には自分のことがゲイだと言えている。ゲイとして出会った人にだけは言えているけれど、親兄弟含め、会社の人含め、誰がどうかがわからない。女性が好きな男の人、男性が好きな女の人が世の中には多いっていう中で、こんなのは自分しかいないかもしれないとか、そんな自分を周りはどう見るかがわからへんっていうので、誰にもよう言わんと生きてきたっていう人が HIV になって病院に来て、看護師さんやお医者さんにどういう経路で感染したかを聞いてもいいかなっていう話になって、いや実は男性との性的接触が、セックスの経験がって言って、あ、そうやったらゲイなのっていう聞かれて、ようやくそこで自分がゲイやっていうことができたって言って、で、そしたら、しかも別に嫌がられるわけでもなく、蔑まされるわけでもなく、あ、そうやったんっていう風にされたことに、すごいホッとしたっていう話を聞くと、なんかもっと日常にもっとホッとできる人間関係があったらよかったのになとは思いますね。医療従事者に望むことを教えてください。セクシャルマイノリティに限らへん話やけれども、セクシャルマイノリティであるがゆえに、ゲイだからとかトランスジェンダーだからっていうことで、親兄弟との仲がちょっと悪くなってしまってたりとか、頼りたくても頼れない関係になっていたりとか、もしくは向こうからもう知りません、あなたなんて知りませんみたいな対応をされた経験があったりとかっていうことがあるっていう、みんながみんなじゃないけど、そういうことがある人もいるよっていうことを前提に、医療の同意書、例えば手術をするなんやっていう時に本人の同意だけじゃなくて家族に同意書もらってこいみたいなことを言われると、とても体しんどいし、治療を受けたいのに治療が受けにくいとか病院が行けにくいっていうことが起きてしまうので、それは良くないと思うんですよね。なので、患者さんが、ゲイですよとかレズビアンですよとか同性のパートナーがいますよとかトランスジェンダーなんですっていうようなことがあったら、もしくはもうセクシャリティだけの話じゃないですけど、その背景にはもしかすると今までの人間関係、親兄弟との関係がちょっとしんどいよとか頼りにくいよとかっていうことがあるかもしれないことを前提に、じゃあだけどその中で今必要な治療、その人が求めている治療をどう提供できるかっていうことを一緒に考えられるっていうことが医療者には必要だと思っています。医療従事者の中で LGBTQ であることをカミングアウトしている人はまだ少数かと思います。
ご自身がゲイだと公表して支援に関わることについて教えてください。HIV は死ぬ病気じゃないので、皆さん長くお元気でいらっしゃる。だけどその分、やっぱり普通に糖尿病にもなるし、癌にもなるし、脳梗塞にもなるしっていうことが普通に起きるわけです。年重ねていくとね。っていう時に、同性カップルの方々で、癌と付き合ってはって、向き合ってはった中、最後をどうするっていうことを話し合いができて、で、最後は在宅で迎えたいっていう話になった時に、じゃあ、地域の往診の先生とか、訪問看護師さんとか、お手伝いに来てくれる人たちに、二人の関係はどういうっていう話を、元気な間にそれが話し合うことができたりとか、相続の問題もあって、あなたが何かあったら、共同名義にできてないので、亡くなられる可能性が高いというか、見取られる方の名義のマンションで二人でずっと暮らしてきていたので、そこどうするっていうお話を、ご本人が自分で相談ができる間に、ご兄弟にもきちんと相談をされて、っていうことがちゃんとできたっていうようなことがあったりとか、二人だけで抱えるとしんどいことを一緒に相談しよう。できるかどうかは分からへんし、できることばっかりじゃないし、選べることばっかりじゃなかったりはするけれど、でもそこを前提に一緒に考えようっていうことができるポジションにいることはありがたいなと思っています。T さん、50代、レズビアン、ノンバイナリー、婦人科クリニック委員長。レズビアンとは、自分を女性と自認し、女性を好きになる人。ノンバイナリーとは、自分の性自認、性表現に男性、女性といった枠組みを当てはめようとしない人。婦人科のクリニックを開業してます。今51歳ですね。で、医者になって、私92年に医学部に入って98年に卒業したので、多分今年25年目。婦人科一筋25年でやって、このクリニックが2013年の開業なので、ちょうど10年という節目の年です。で、セクシャリティは、医者になって、医学部を卒業して医者になって初めて、自認レズビアンだなということに気づきました。医療従事者の中で嫌な思いをしたことはありますか？一番嫌だったのは、あれですよね、少人数の、医者を中心とした数人程度の中でアウティングをされました。一度。はい。先生はレズビアンなのっていきなり聞かれて、ちゃいますって言ってね。上の先生と同年代ぐらいの何人かだったので、そうですね。気まずい感じでしたね。レズビアンがかかりやすい病気はあるのでしょうか？特に医学的なデータはないと思うんですよ。でも、レズビアンという、女性同士の性行為でかかりやすい病気というのは多分ないと思うんですけど、そのレズビアンである社会的な背景として、基本、世間から見ると独身ですよね。結婚をしていない。いわゆる出産をしていない。授乳もしていない。で、普通仕事している方が多いので、喫煙とかタバコとか、仕事が不規則とか、そういったことが背景になって、女性特有のホルモンが関係するような病気は目立つかもしれないですけども、それが医学的にどう有意さというのは多分ないと思いますね。更年期は LGBTQ とそうではない人で違いはありますか？いや、違うことはないと思います。ないと思いますけど、更年期って、ホルモンが減ってくるのが大きな原因なんですよ。で、その方の元々の性格ですよね。楽観的で、あまりストレス感じない人は、なんとなく過ぎちゃうぐらいですけど、常にストレスを抱えてて、うまく発散できないとか、近しい相談相手がいないとか、っていう環境にある人は、どんどんこの、ホットフラッシュっていう体の症状よりも、精神的なメンタルの、うつうつするんですとか、眠れないんですとか、なんだかやる気がないんですとかね。そういうのを抱えやすいと思うんですよね。レズということではなくて。なので、その方の家族背景だとか、お仕事とか、
してるのかとしてないかというのはまた違いますからね。その方のコミュニティの大きさとかでどういうストレスを抱えているのかなとかを、探りながらやりますから。医師として嬉しかったことについて教えてください。毎日いろんな方と接しているので、もちろん、治っていく方を見ると嬉しいですし、25年休まずに続けてやられるのも、そういうのがあるからだと思いますし。あとは私は特にレズビアンって売ってはいませんけど、やっぱり受診する患者さんの中には、そういうレズビアンカップルで子育てをしていますと。その方が大人になりました。で、養子、アダプトなので、その子の生物学的な背景が知らないので、この子に最適な女性医療は何ですかと聞きに来られた方がいたんですね。その時はすごく嬉しかったですね。私より多分一回り、1.5回りぐらい上の方でしたけど、ちゃんと責任を持って子育てしている、そういう方たちも昔からいたんだなということに気づきましたし、隠さずにね、言ってくださるのがもちろん一番嬉しいですよね。最近だとFTM とか MTF とかのホルモン治療は専門医ではないのでやってないんですけれども、実際外科的手術とかに行く前段階ですよね。性自認が女性でない方にとっては、多分月経とかっていうのはやっぱ辛いんですよね。できたらない方がいい。生理痛で来られた方に皆さんにセクシュアリティを聞くことはないんですけど、最近は正直に言ってきて、性自認は男性だけど、月経があるのがどうにかしたいと。いきなりオペに飛ぶんじゃなくて、保険治療で何かできませんかと。正直に相談に来る方も増えているので、だから情報として、アクセスできる方はできているかもしれないなと。そういう普通の保険診療は別にね、セクシュアリティを関係なく、私たちは専門医として提供することなので、正直に言ってくださったらより参考にはなりますし、保険診療でできることはこれだけど、でもその方が求めているのはそうじゃないとね、背景がわかれば、もうちょっといろんなお薬を親身になって、こっちも使い方を勉強したりね。医療従事者に望むことを教えてください。私が医学部だった頃は、教養でも、教養課程でも、医学部専門課程でも、LGBT なんて言葉はなかったですし、大病院になると最近は同性パートナーを親族として認めるところもありますけど、まだまだ一般的ではないので、やはり教育の段階ですよね。医療従事者として社会に出る前の教育段階できちんとした、知識を得るというのが大切だなと思います。私たちは医者としては、来る方を拒めないんですよね。その方が何か怖い人だから見たくないとか。感情的にはありますけど、そういう医療拒否はできないので、もちろん全て正直に話していただいた上で、先ほどのように最適な医療を提供したいと思っていますし、差別はしたくないというのは大きいですね。お二人の LGBTQ の当事者かつ支援者としての思いを聞いていただきました。人口の数%はいると言われている LGBTQ も安心して医療機関に行けるよう、それぞれの場所でできることを考えていただけると嬉しいです。大阪天満橋にある常設の LGBTQ センター、プライドセンター大阪は LGBTQ に関する情報、交流、相談の場を提供しています。ぜひ気軽にお立ち寄りください。